ってるやってる。当然でしょ。各国の威信がかかってると言っても過言じゃないんだから。シュシュ、ミンメイ、シュンランなんかケチョンケチョンにしてあげなさい。はい。煽ってはないわよ。葉っぱかけてるだけ。若いのにはしっかりと勝ち抜いてもらわんとの。しかし二人ともなかなか精進しよったな。昔と比べると立ち筋が切れておる。そりゃあの戦乱を生き抜いてきたんですもの。一騎当選の力があって当然でしょ。うん。わしも血がたぎってきたわ。おい、アーシェ。付き合え。貴様も元親衛隊員じゃろうが、わしの相手をしながら昔の自分を思い出せ。しかし私などではサイ様のお相手は務まりませんよ。なーに、手加減してやるから気にするな。絶対嘘だと思います。アーシェ、悪いんだけど年寄りの冷や水に付き合ってあげてくれない？でも私ではサイ様にかなわないですし。大丈夫。あなたの強さは私が太鼓判を押すわ。逆にサイをとっちめてやりなさいな。そんなの無理です。アーシェ、ぐだぐだ言っとらんでさっさとせえ。はい。まったく、軍師と武官が戦うなんぞ前代未聞だぞ。軍師とはいえ元は武官だったんだから別にいいんじゃない？昔に引っ張られて軍師である今の自分の姿を見失われても困るのだがな。アモーの頃に戻ることなんてもう二度とないでしょ多分。カズトだっているし。まあな、詳細を言うつもりはないが一言で言えばシェレン以上だった。ちょっとメイリン、何よその説明の仕方。っていうかカズトも驚きすぎ。重要な点だから思わず2回言ってしまう。その気持ちはよくわかるぞ。詳しくは言わんと言ったぞ。まあいろいろとあったのさ。聞いてやるなよ。アーシャからすればお前には隠しておきたいことだろうからな。そういうセリフみんなに言ってるはずなのにカズトってばよく刺されないわよね。本郷の場合は女たちが共同戦線を張っているから大丈夫なのだろう。それにあぐらをかいてたら速攻でこれでしょうけどね。それならばよい。皆を平等に愛せよ、本郷。それはそうと、天下一品武道会の参加資格ってどうなってるの？
私も却下だ。どうしてよ。こんな面白そうなお祭りに参加したらダメだなんて納得いかないんだけど。すでにレンファ様に家督を譲ったからといって貴様は孫悟の王族だ。万が一を考えると賛成はできん。私相手に万が一なんて起こせるの、それこそ春蘭と蓮ぐらいじゃないの？愛者たちなら危険な時は必ず寸止めしてくれるって信頼できるもの。相手にもならないやつに遅れを取るほどなまっちゃいないわよ。あの子の場合、うっかり殺されそうでしょ？あ、すまん、止められなかった。とか言って。蓮の場合は単に実力伯仲で2人とも余裕がなくなるからどうなるかわからないってことだけど。まあそれなりの腕は持ってるしね。私が言っているのはあくまでって話。そういう不確定要素があるから賛成できんと言っているのだが、そんな目で見ても許可は出さんぞ。とか言いながら最後には許可してくれるのがメイリンだもんね。まったくこういう時だけ甘えてくる。レアでも甘えてるもん。いらんことを言うな。決定。うぎゅー。シェレン様、メイリン様、サイ様が。すぐに行くわ。サイ、どうしたの？いたたたたたたた。腰がまったく年を考えずに張り切るからです。だってみんなとはしゃぎたかったんじゃもん。もんじゃないわよ。まったく孫悟の宿老が情けなさすぎよ。サイ、面目ござらん。アーシェ、すまんが鍛錬は中止にしてサイドの医務室に連れて行ってやってくれ。はい、サイ様。すまん、苦労かけるのアーシェ。そんなのいい子なしですよ、サイ様。サイは脱落か。これで五勢はシシュンとミンメ、それにアーシェ、あとは私か。2国に比べるとやはり少ないな。カズト、どうして屋敷にいるの？いつ来たの？何しに来たの？ええ、今日はみっちり政務に取り掛かってるの。
最近滞りがちだったからね。けどカツトが来ているのなら今日はこれでおしまいにするわ。大部分は終わらせているもの。あとは私がハンコを押せばいいだけの小さな仕事ばかりよ。もう少しだけって今日は忙しいの？仕事って都の方の？なら私が手伝ってあげるわ。もちろん。じゃあ私はこれから部屋に戻って自分の分の仕事を片付けて。待ちなさい、レンファ。姉様？どうかされましたか？ええ、たった今、あなたの天下一品武道会への参加が決定されたわ。孫悟の代表として出るの。はい、決定。ちょっと待ってください、姉様。いくらなんでも各国の代表である武官たちが出場する大会に私ごときが参戦しても。レンファ、ちょっとこっちに来なさい。はい。出ます。参加させてください。よくぞ言った。それでこそ孫悟の王。では早速鍛錬に入る。紫春、民名、この私直々に稽古をつけてあげましょう。ありがたき幸せです。さあ張り切っていくわよ。目指せ天下一品武道会優勝。レンファ様のあの様子では綺麗さっぱり忘れてしまっていると見て間違いないな。見当がつかんか？ならばお前とセレンの仲もまだまだだということだな。わかるさ。きっと己が楽しくなるためにあることないこと吹き込んだのだろうさ。そうだろう。私がセレン特有のこの思考回路に気づいたのは5年ほど前だった。文大様がご健在であられた頃はやつも比較的おとなしかったからな。文大様が亡くなられてしばらくしてからようやく気づいたのさ。まあ今考えると幼い頃より言動や行動の端々に見え隠れしていたように思えるが。その通りだ。あのお方は全てにおいて、そしていろいろな意味で器が違ったよ。今のシェレン、そしてカリンでさえも古都覇王の器という意味ではあの方の前では子供同然だろうな。私が聞いている案件だけでも耳を疑わなければならん逸話が、そうだな、とうはくだらないな。例えばぶらりと立ち寄った過去を襲っていた賊を身振り手振りで官軍が近くにいるように装い追い返したとか。ここまではな。この話には続きがあって、その後一人で賊の根城に乗り込んで200人ほどをなで斬りにしたとか。
ああ、ちなみにその根城は猿富豪が持っていた屋敷で、賊は屋敷の住人を追い払って占拠していたらしいのだが、文大様が乗り込み賊をなで斬りにした後、その凄惨な殺され方を見た付近の住民たちが後処理を拒否し、結局屋敷は焼却処分されたそうだ。芝になった頃、巨匠の乱を鎮圧したことがあったが、その時に扇動していた宗教家とその勢力を一箇所にまとめて焼き払ったとかいう事例もあったな。あの親にしてこの子ありとはよく言ったものだと思うぞ。極めつけは、まだ幼少だったシェレンと私を自分の騎乗する馬の蔵にくくりつけて、3000人ほどいた敵本陣に突撃した後、笑いながら兵を虐殺していたな。100人だ。恥ずかしながら私は早々に気を失ってしまったが、シェレンはどうやら文大様の猛勇ぶりを終わりまで拝まされたようだな。その後、笑いが止まらなくなったシェレンを心底心配したものだ。まあそういうシェレンだからこそ孫悟の今があるとも言えるがな。どういう語句を並べたかなんておいおいわかるだろうさ。それより本郷、貴様の仕事、私でよければ手伝ってやろう。構わんさ。本郷がどういった方法で都を運営しているのか興味があったしな。こちらもしっかりと勉強させてもらおう。